んにちは、デザインドリップです。今回はこのようなエンボスデザインのインスタバナーを作っていきたいと思います。はい、それでは始めていきます。まずはじめに紙のテクスチャー1の方を Photoshop の方に持っていき、横にして縦1600ぐらいのサイズに設定します。だいたいで大丈夫です。ちょっと背景を後ろにして作業していこうと思います。次にテキストを作っていきます。フォントは Ambroise STD、こちら Adobe フォントにあるものです。こちらのライトイタリックでサイズを180ピクセル、トラッキングを-20に設定して、色は何でもいいんですが一旦黒でテキストを打っていこうと思います。ニューコレクションと1つ打って開業しながら3つペーストしていきます。で、こちらの行送りを180ピクセルに設定します。で、こちらの塗りを0にしてください。はい、こちらで大丈夫です。で、こちらにレイヤースタイルを適用させてエンボスを作っていきたいと思います。ダブルクリックします。するとこのようなボックスが出てくるので、今回はレイヤースタイルを4つ追加してエンボス感を出していこうと思います。はい、まず最初にベベルとエンボスにチェックを入れます。で、各種設定なんですが、スタイルをベベルの内側、テクニックは滑らかに、深さは 1%、方向は上へのままで、サイズを0、ソフトを5ピクセル。で、陰影の方なんですが、角度を50度にして、包括光源を使用にチェックを入れてください。で、高度は16度。ハイライトのモードはスクリーンにして、真っ白、FFFFFF にして、不透明度を 100% に設定します。シャドウのモードは定山にして、こちらは真っ黒000000にして、不透明度を 70% に設定します。するとこんな感じで、ちょっと浮いた感じになります。こちらだけだとエンボス感が足りないので、さらに効果を重ねていきます。次にシャドウの内側をつけていきます。描画モードはスクリーンで、色は真っ白にしておいてください。で、不透明度は 100%。角度は包括光源を使用にチェックを入れると自動で50度になると思います。距離は3ピクセル、チョークは0で、サイズは5ピクセル。すると、ちょっと拡大してみました。先ほどのベベルとエンボスだけに比べて、ちょっとハイライトが乗っかって浮いた感じになったのがわかると思います。さらに効果を重ねていきます。次はドロップシャドウを2つつけるんですが、まず最初のドロップシャドウは影になる部分をつけていきたいと思います。1つ目のドロップシャドウの設定です。描画モードを定山、色は真っ黒000000の真っ黒にしておいてください。こちらで不透明度を 10%、で、角度は包括光源を使用にチェックを入れると、またこちらも自動で50度になると思います。距離は1ピクセル、スプレッドは0で、サイズを1にします。するとこんな感じで、ちょっとオンオフしてみます。こんな感じでさらに文字が浮いたのがわかると思います。そして最後にハイライト用のドロップシャドウを入れていきたいと思います。ハイライト用のドロップシャドウはこちらの設定になります。描画モードをスクリーン、色は真っ白にしておいてください。不透明度を 100%。で、ここがちょっと注意なんですが、包括光源を使用のチェックをオフにして、角度を-130度にします。先に50度でシャドウを設定したんですが、真逆の方向にハイライトを入れたいので、-130度に設定しました。で、距離を3ピクセル。スプレッドとサイズは0で大丈夫です。オンオフしてみます。するとこんな感じで、より立体的になって、これでエンボス感が出ました。で、これで OK をして、ちょっと引きにしてみます。はい、こんな感じです。かなりエンボス感が出たと思います。で、こちらで文字の配置をしていきます。背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにして、こちらとテキストレイヤーを同時に選択して、中央と上に揃えます。で、こちらから40ピクセル下に下げます。シフトを押して1234。はい、こちらで大丈夫です。次は写真の枠を作っていこうと思います。長方形ツールを持って適当なところをクリックして 600×800 の長方形を作成します。で、こちらをレイヤー0と同時に選択して中央に揃えます。で、こちらに別の紙のテクスチャーを追加していこうと思います。紙のテクスチャー2の方をドキュメントの方に持っていき、サイズはこのままで大丈夫だと思います。こちらで枠にクリッピングします。
でこちらの色をちょっと薄くしていきたいと思います。色相サイドのレイヤーを作って、さらにオプションでクリッピングします。でこちらの設定なんですが、色相を-10、サイドを+30、明度を+50に設定して OK します。するとこんな感じの優しい色合いの茶色になりました。でこちらの枠にシャドウをつけていきたいと思います。はい、設定はこんな感じです。定山で真っ黒000000の真っ黒にして、不透明度は 30%。でこちらも包括光源を仕様にチェックを入れて50度にします。で距離を3ピクセル、スプレッドを0、サイズを3ピクセルにして OK します。するとこんな感じになります。さらに写真を入れる枠を追加したいと思います。また長方形ツールを持って適当なところをクリックして、次は500ピクセル ×600 ピクセルの長方形を作成します。でこちらとこの先に作った枠を同時に選択して中央に揃えます。でこちらに写真を入れていきます。あらかじめダウンロードしておいた家具の写真を Photoshop の方に持っていき、大きさはお好みでいいんですが、今回は横幅570にしていこうと思います。でこちらの写真を先ほどの枠と同時に選択して右下に揃えます。でオプションでクリッピングします。最後に飾りの文字を入れていきたいと思います。フォントはコミューターズサンズ、こちらも Adobe フォントにあるものです。こちらのレギュラーでサイズは22ピクセル、トラッキングを100に設定して、色は141719の濃いブルーグレーにしていきます。こちらで全部大文字でライフスタイルと書きます。でこちらのテキストと背景のレイヤーを同時に選択して下中央に揃えます。こちらから60ピクセル上に移動します。シフトをして123456、はい、こちらで完成です。ここ最近このような紙にエンボスされたデザインを見かけるようになりました。目立つ表現ではないんですが、さりげなくデザインに取り入れるとおしゃれな感じになるのでおすすめです。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。